皆さんこんにちは。本日は消費税のインボイス制度について解説してまいりたいと思います。その前に消費税について一緒に押さえておきたいポイントの解説、そしてインボイス制度とは何かを確認した後に税制改正大綱で明らかになってきた軽減措置について、一人親方は2割特例一択についてお話ししてまいりたいと思います。この動画の結論として、売上1000万円以下の免税事業者の方はインボイス制度の登録をして原則課税か2割納付を選択しましょうという内容になっています。インボイス制度の解説の前に消費税についておさらいしていきましょう。インボイスを理解するためのポイントは2つあります。1つ目に仕入れ税額控除、2つ目に消費税の納税には納付を免除されている免税事業者がいるという2点です。消費税は商品を買った消費者が負担し、商品を売った事業者が納付します。例えば、大工さんに自宅の工事を工事代金100万円でお願いしようとしたら、大工さんには工事代金100万円と消費税10万円、合計110万円を支払うことになります。そして110万円を受け取った大工さんは後日確定申告をして10万円を消費税として納付することとなります。これが消費税の納付までの簡単な流れですが、仮に大工さんが税込み110万円の工事をするために一人親方たちを応援に呼んだとします。この時、一人親方たちへの外注費が80万円だった場合、大工さんは一人親方たちへ80万円の外注費プラス8万円の消費税、合わせて88万円を支払うことになります。この時、消費税だけに注目すると、大工さんは一人親方たちへ8万円の消費税を支払い、施主さんからは10万円の消費税を受け取っています。その場合、消費税を納付するときには、受け取った消費税10万円から支払った消費税8万円を差し引いて2万円を納付することとなります。このように消費税は販売時に受け取った消費税から仕入れ時に支払った消費税を差し引いて納付する仕組みとなっており、この差し引きを法律では仕入れ税額控除と言います。さらに消費税はすべての事業者は納付をしているわけではなく、納付を免除されている事業者、免税事業者が存在します。具体的には、課税売上高が1000万円を超えると消費税の課税事業者となり、消費税を納付することとなります。1000万円以下だと消費税の免税事業者とされ、消費税の納付が免除されます。それでは、そんな消費税について、今後インボイス制度が導入されるとどのような影響があるのでしょうか。インボイス制度は正式には適格請求書等保存方式といい、一人親方に仕事を依頼する工務店が確定申告をする際に適格請求書の発行事業者が発行した請求書しか仕入れ税額控除ができなくなります。差し引ける仕入れ先と差し引けない仕入れ先が出てくるということになります。インボイス制度が導入された時の問題点として、多くの消費税免税事業者である一人親方が消費税課税事業者となって消費税を支払うようになる。免税事業者のままの一人親方は消費税相当分の値下げを迫られるかもしれない。免税事業者のままの一人親方は取引先から取引をしてもらえなくなる可能性もある。以上、3点の可能性が挙げられます。このチャンネルとしては、免税事業者の方は課税事業者となって仕事の受注の妨げにならない選択をお勧めしています。国としては世論の声をもとに改正が図られる可能性はあります。しかし、大切な取引先からも登録をしてほしいとの声もいただいていることも事実ですし、関係性維持や新たな顧客開拓のため、
消費税を支払うことを選択し、次にご案内する軽減措置はしっかり活用していきたいと考えています。インボイス制度に伴って免税事業者が課税事業者になることを選択した場合、売上で預かった消費税2割だけを税務署に納税すれば OK という軽減措置が設けられることになりました。この軽減措置が適用される期間は3年間限定となりますが、正確に言うとインボイス制度が開始される2023年10月1日から2026年9月30日までのうちの属する課税期間となります。なお、簡易課税との兼ね合いを整理していきたいと思います。まずは簡易課税の仕組みです。売上の消費税から売上の消費税にみなし仕入率を掛け算した金額を差し引いて納付する消費税を計算するというシステムになっています。仕入れや経費で実際に支払った消費税は考えずに計算します。つまりは面倒な会計処理や申告書作成の手間を省くことができて、小規模事業者にとってはとても助かる制度となっています。みなし仕入率は業種ごとに6つに分類されており、一人親方は建設業の第三種事業に分類されています。第三種事業のみなし仕入率は 70%。そこで簡易課税での納付する消費税を計算してみると、売上の消費税が10万円だった場合、そこに第三種事業のみなし仕入率 70% をかけた場合、納税する消費税は10万円引く7万円で3万円となります。2割納付となると、売上の消費税にかける割合は 80% ということになり、納税する消費税は10万円引く8万円で2万円ということになります。そうなると、簡易課税を選択するメリットはないということになります。簡易課税の選択手続きをしていると、当然原則課税は扱いません。つまり申告時には簡易課税にするか2割納付にするかの二者択一となります。先ほど触れたように、一人親方はおのずと2割納付を選択するようになるわけです。ところが簡易課税の選択手続きをしていなければ、もちろん簡易課税は使えませんが、原則課税は使えます。つまり申告するときに原則課税か2割納付をするかを選択できるようになります。原則課税が有利となれば原則課税が選択できます。思いもよらず売上が急に落ち込んだ場合や多額の設備投資をすることになった際には、原則課税の方が納税額が少なくなることもあったり、還付を受けることもできます。原則課税の選択余地を残すことはリスク管理にもなり、デメリットは何もないと言えます。当初、2023年10月1日のタイミングで適格請求書発行事業者になるためには、2023年3月31日までに登録申請書を提出する必要がありましたが、今回の改正により、インボイス制度開始前の登録申請は2023年9月30日まで可能となりました。登録申請書を提出してから登録番号が発行されるまでに10月の制度開始直前になると、書き込みで提出する人の増加や申請書の記載誤りによる遅延などにより数ヶ月かかる可能性もあります。適格請求書発行事業者になることを決めているならば、ギリギリではなく、ある程度余裕を持って手続きをされることをお勧めいたします。また、e-tax を利用している人であれば、登録申請書の提出も e-tax で行った方がスピーディーな手続きが期待できます。本日の動画は以上です。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょとりあえず面白くしたいです、電気屋を。